皆さんこんにちは、こんばんは。今回紹介するのは、音源から解析したスペクトラム情報を VMD モーションへ変換するアプリ、ASV コンブのバージョン2です。ちょっと待て、そういうことができる変換アプリって、すでに存在しているような、と思った方は鋭い。極北ピードノが制作された VMD スペクトラムという変換アプリがすでに存在しています。ですが、VMD スペクトラムで読み込める音源は16ビットのウェブファイルのみですが、ASV コンブは WAV はもちろん MP4、MP3 をはじめ複数のフォーマットに対応し、周波数も気にする必要はありません。また、読み込んだ音源を解析し、結果をスペクトラムアニメーション再生させる機能があるので動きを目視確認できます。バンド数やフレームスキップ数を調整しながらリアルタイムでシミュレーションが可能です。要するに ASV コンブは極北ピードノが制作した VMD スペクトラムの機能追加版と思ってください。まずは何ができるのか、結果をご覧ください。スペクトラムの棒が音楽に合わせて上下に動いていますよね。この動きを ASV コンブで作成することができます。それでは使い方を説明します。変換したい音源を赤枠内にドラッグ&ドロップしてください。取り込みが完了しましたら赤枠の再生ボタンをクリックしてください。ご覧の通りスペクトラムアニメーションが再生されましたね。今見ているアニメーションはバンド名、バンド数、フレームスキップ数、設定画面で設定されている値を元に再生されています。ここで再生されているスペクトラムの動きは実際に MMD で動作させた動き、伸びの速さや間隔と同じになります。では、動きの元となる値を見ていきましょう。動きを確認するために、サンプルとして PMX オブジェクトを同梱しましたので、それを使って説明していきます。MMD にロードしたサンプルオブジェクトの毛布名を見てください。毛布名は、バンド1からバンド10まで10個の毛布が仕込まれています。では ASV コンブに戻って赤枠のバンド名に先ほど確認した毛布名を入力してください。ここで気をつけていただきたいのは、毛布名を入力する際は、数値を除いた名称のみで入力してください。末尾に付加されている数字、これはナンバーになりますが、この数字はアプリ内で自動裁判されますので入力は不要です。次に赤枠のバンド数には、反映させたい毛布の個数を入力します。サンプルオブジェクトの毛布にはバンド1からバンド10まで10個の毛布が仕込まれていましたよね。バンド1からバンド10まで動きを反映させたいので10と入力してください。次に赤枠のフレームスキップ数には2を入力してください。このフレームスキップ数とは MMD にモーションキーを登録する際、一つ一つのキー間隔をどのぐらい空けて登録するかということになります。2を入力した場合、登録するキーの間隔を2フレーム間隔で登録していくことになります。ちなみにこの数値を小さくするとスペクトラムは細かく動きます。逆に数値を大きくするとスペクトラムの動きは遅くなりもっさりします。経験上にフレーム間隔で間引いていくのが良い感じになります。バンド数、フレームスキップ数を変更した場合、アニメーション更新ボタンをクリックしてください。設定値を変更した場合、更新しないとアニメーションに反映されません。実際にフレームスキップ数を2から10へ変更してみましょう。アニメーション更新ボタンをクリックするのを忘れずに。ではスペクトラムアニメーションを再生してみます。どうでしょうか。もっさりしていて、これじゃない感が半端ありませんね。あえてこの設定で VMD モーションを作成して、実際に MMD で動かしてみましょう。では、
VMD 変換ボタンをクリックして VMD ファイルを作成してください。それでは MMD に流し込んでみましょう。もっさりですね。後ほど説明しますが、MMD に登録できるモーションキーは2万キーです。ですので可能な限り登録キー数を少なくするのが良いのですが、少なすぎると動きはもっさり、多すぎると動きは活発になり見栄えは良くなりますが、登録可能なキー数の上限を超えてしまう。フレームスキップは MMD の制約内に収めるためのキーを間引く設定になりますので、覚えておくと良いかと思います。今お話しした MMD の制約ですが、これを回避する方法もあります。その説明は設定画面で解説しますので、ここでは一旦忘れてください。では2に戻しましょう。バンド数は10、フレームスキップ数は2、この設定で VMD ファイルを作り直します。設定値を変更しましたが、アニメーション更新は不要です。VMD ファイルを作成したいだけなので、ここではアニメーションを再生する必要はありません。ちなみにアニメーション更新は、アニメーション再生時のみに影響を与えます。最新の設定値でアニメーション再生したいときにクリックしてください。では、VMD 変換ボタンをクリックして VMD ファイルを作成してください。それでは MMD で動きを見てみましょう。いい感じな動きに戻りましたね。いかがでしたでしょうか。こんな感じで音源から解析したスペクトラムを VMD モーションに変換できます。以上が基本となる使い方になります。それではもう少し細かな設定ができる設定画面の説明をします。この画面では一度好みの設定にしてしまえば二度と触ることはないであろうと思われる画面です。では、設定ボタンをクリックしてください。ファイル分割が必要と判断するキー数。まず知っておいてほしいのは、MMD で打てるキーは2万キーが上限です。曲によっては、その上限を超えたキー登録が必要になる場合があるため、MMD で正常に扱える VMD を作成するためにはファイル分割が必要になります。ここで設定する値は、ファイル分割を行うか否かを判断する式値になり、VMD 変換時に登録するキーがここで設定した値を超えたらファイル分割を行うことになります。分割の際、1ファイル内の登録キー数、ファイル分割を行うと判断をした場合、分割する一つのファイルの中にどれだけのキーフレームを入れるかという値です。ここで設定した数値でファイルが分割されていきます。分割方法、絶対フレームと相対フレーム。これは結構ややこしい話になりますが、なんとなくでいいので知っておいてください。例えば、トータル32フレームの音源があるとします。ファイル分割が必要と判断するキー数を30、分割の際の1ファイル内登録キー数を10で設定したとします。この意味は、登録に必要なトータルキー数が30を超えるなら、最大10キー単位でファイル分割しましょうという意味になります。ですので例に挙げた音源は、最大登録キー数が10個で4ファイルに分割されることになります。それでは絶対フレームと相対フレームの違いを説明します。絶対フレームは、実際にキーが打たれているフレーム番目にキー登録されます。色分けしたモーションキーの塊を見てください。それぞれが該当するファイルへ格納されます。このように絶対フレームは、分割されても登録されるべき場所に格納されます。相対フレームは、実際にキーが打たれているフレーム番目からのデータが、分割した各ファイルの先頭から格納されます。色分けしたモーションキーの塊を見てください。それぞれが該当するファイルへ格納されます。
このように相対フレームは分割されるとすべて先頭から格納されます。ですので、MMD に VMD を読み込むときに注意しなければならないのは、絶対フレームで VMD を作成した場合は、MMD の項目、フレーム操作は0にしたままで取り込んでください。そうしないとずれます。相対フレームで VMD を作成した場合は、MMD の項目、フレーム操作は各ファイルの名称に記載されているフレーム開始ナンバーに変更してから取り込んでください。ちょっと何言ってんだかわかんないと言われそうですが、私も同じことを思ってます。分かったふりをしてもらった方が助かります。サンプリング範囲設定。基本的には自動で問題ありません。音の強弱を可視化する範囲を任意で設定できます。サンプリング範囲を広げたり狭めたりすることで音域の広がり具合が変わります。よくわからないという場合は、自動を選択してください。いい感じにやってくれます。スペクトラムを反転する。通常はスペクトラムの伸び変化量を0から1の間で設定しますが、その数値を逆転させます。見た目の伸びが開始マックスから減少する動きに変わるので、面白い結果になるかもしれません。その他、VMD 変換と同時に WAV ファイルも一緒に出力を行うか否かを設定します。WAV ファイルも出力するならチェックをオンにしてください。もし読み込んだ音源が WAV であっても再度 WAV に変換し直します。他の再生アプリで再生できても MMD では読み込めない場合もあるので、この機能で再変換することで MMD で読み込めるようになります。簡単ではありますが、説明は以上となります。2021年にバージョン1をリリースしていますが、今回紹介するバージョン2はバージョン1に比べて、音源読み込みから解析完了までの処理速度が向上しました。周波数サンプリングを L チャンネルと R チャンネルとの平均に変更しました。ハミング窓を使ったスペクトル解析を微妙に手直ししました。CPU への負荷を軽減しました。バージョン1は古い OS でも動作するよう32ビットで開発しましたが、バージョン2は Win10 または Win11 の64ビット OS 専用になりました。以上が改善されています。詳しくは同梱した README をご覧ください。ASV コンブは日本語以外に英語、中国語に対応しています。なお Google 翻訳に頼っていますのでお察しください。最後にお願いがあります。ASV コンブを起動させた際にウイルス対策ソフトに検出される場合があります。このアプリは MMDA の支援ツールであって絶対に悪意はありません。もしも検出された場合は、お使いのウイルス対策ソフトのホワイトリストに ASV コンブを追加してください。ご視聴ありがとうございました。